で、舞妓さんって本当に知らなかったけど、15、6歳からなるんですね。養女に欲しいという話があったらしいんで、割とそういう芸事とか芸術がみんな好きだったっていうのがあって、で、その表現があまりにも美しくて、なんかね、絵画を見るみたいに情景がこう、わーって出てきてね、うわ、すごいな、これ形がもう完璧じゃない、このバランス。で、それが動くから、これどうやるってやるんだろうなと思って、で、先生も当時電話ないからね、突然外国人の女の子が来てびっくりしてるでしょうね。で、この子が習いたいって言ってるよって言って、ベンガル人はちょっと大阪人に近い。で、オリアはもっと秘密主義みたいな、京都人ですよ。闇みたいな覆ってるイメージはあるんだけど、あれがやっぱりオディッシーの神秘的な感じにつながってるんじゃないかなと。バラダナって読むとオディッシーって全然表現が違う。シングルマザーになったりとかするとこう夜も昼も働いて子供のために一生尽くすっていう話がよく出てくるけど、私の場合は踊りがあったから。インドの人間国宝グルケル・チャラン・モハンパトラさんはどんな方でしたか？今日はスタジオマー主催東インド古典舞踊オディッシーダンサーで福岡を拠点に活動していらっしゃいます咲名彩子さんにお話を伺います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブログで書かれていた先生の経歴を簡単にご紹介します。はい。京都生まれ、20歳の頃、インド、オディッシーダンスに魅了され、1981年にオディッシーの故郷、オリッサ・ブバネシュワールに当時はまだマイナーだったオディッシーを目指して単身渡る。帰国後、結婚、子育て、離婚を経験しながら、オディッシーを人生の友として舞台活動、教室などでの生徒の育成に励むスタジオマー主催ということで、私、全然存じ上げなかったんですけれども、はい。京都出身のなんですね。あ、言わなかったっけ、前。あ、そうですよ。知らなかったです。ずっと福そっか。岡だと思ってて。福岡の中でもね、長くなっちゃって、京都にいたのが30ぐらいまでしかいなかったのかな。その後もうずっとこっちなんで、京都にうん。帰ったら、てか言葉がもう、むちゃくちゃ混じって、どこの人ですかって言われちゃいます。舞妓さんとかそういうのをあ、見る機会とかありましたか？そういうのはなんか影響してるのかなってちょっと思ったんですけど。それはね、ありますよ。私のちっちゃい時に、うちの、親戚じゃないんですけど、うちの家族ぐるみでお付き合いしていた、祇園のおかみがいまして、で、置屋さんっていうんだよね。置屋じゃない、ごめんなさい、お茶屋さんか。お茶屋っていうのは、舞妓さんとか芸妓さん、芸者さんのことですね。を、お座敷を貸して、そこでいわゆるパフォーマンスをしてもらうところなんですね。で、置屋っていうと、舞妓さんとか芸妓さんを育てて、その寝起きをするとこなんですね。そのお茶屋さんの方のおかみが知り合いで、よくね、連れて行ってもらって、で、舞妓さんって本当に知らなかったけど、15、6歳からなるんですね。まあ、身近に見てたから、その、憧れもしましたね。で、なんか私を娘に、養女に欲しいという話があったらしいんで、6年、なんかね、6歳の6ヶ月と6日の日に芸を始めるといいというのがあるらしくて、その日にもらいたかったらしいんですけど、まあ、両親は拒否したらしいです。なんか日本、インドと
似てますね。なんかその日に始めるみたいな。ああ、そうでダンス。すね。ううん、ん。うん、うん。じゃあそういう環境で育ちになられて、なんかやっぱりそういうことがなんかあったんですかね。小さい頃に。そうですね。あと、うちの母は、てか、父がその大体絵とか音楽が好きで、後で亡くなってから分かったけど、社交ダンスとかやってたらしいんですよ。うん。あの頃ね。1900、私の生まれた時代で、そういうことやってたのって意外に、なんていうか、モダンな感じで、で、母も、母の亡くなった兄が絵描きで、で、割とそういう芸事とか芸術がみんな好きだったっていうのがあって、小さい時からよくバレエとか、それから歌舞伎とか、見に連れてってもらいました。その時は何もわからなかったから、ただ眠たいなっていう感じだったんですけど。ああ、じゃあ芸術が愛好家のご家族だったんですね。そうですね、意外とね。うん。うん。で、ブログ拝見したんですけれども、はい。1970年に大阪で開催された万国博覧会でカジュラホの寺院彫刻と思われる柱のレプリカを見て、暑、暑苦しさ、絶対に私は好きではないと思ったと書かれていますが、その時に何か感じるものがあったんでしょうか？ものすごい圧迫感、うわーってね、こんなものあっていいのかっていう感じで、もちろん綺麗なんだけど、もういたたまれないぐらい、あの、すごいなっていうか、なんていうか、隙間がないぐらいギチってなってたんですよ。で、カジュラ、はっきり言ってね、あれがカジュラ法の人中彫刻だったのか、イスラームのほら、ありますよね、幾何学ホラン。文様うん、あー、なのか覚えてないんですけど、調べたんですけど、それどこにも載ってなくて、ただ、うわ、もうっていう感じで、本当に驚きました。インドって、日本には仏教がとても馴染み、インドというと馴染み深いんですけど、空って言うじゃないですか。はい。うん、空が、この世は空であるという言い方するのに、その空ってやっぱスペースですよね。それが全くないっていうのが、すごい意外だった感じで、うん。あの、驚きましたね。うん。日うん。本っていうとなんかやっぱりこのわびさびじゃないですはい。けど、空間があることがなんかちょっとうん。洗練されたみたいなイメージがありますもんね。うえん。え、で、芸術一家だったから多分万博にもね、ご家族でいらしたんでしょうね。中学の時に、万博博覧会を見に行くっていうのがあったんですよ。うん。各学年連れて行かれて。で、先に家族と行ったのかな。まあ、京都だったから、みんなこう、あ、こういうのがあるよっていうのですごい楽しみにしてて、チケットは早々に買ってて、で、暑い中で、うん。ゲートに並んで、で、オープンしたらみんなダッシュして飛び込めって感じ。それではちょっと日本らしくない光景やったけど、なんか2回見に行ってます。うん。大きいイベントでしたもんね、日本にとってね。今年もまたあるんですよね。う今年も行ん。きますよ、私。あ、そうですか。楽しみです。もうチケットは、はい、予約してます。美術短大を出ておられて、横尾はい。忠則氏からインスピレーションを受けて、インド文化に興味を持ったところのことですが、あ、インド文はい。化の中でも舞踊に興味を持ったのはなぜでしょうか？まず、インドに惹かれた、絵を描いてたのもあったし、そのテーマに行き詰まってたのもあって、ちょうど横尾さんが、そういうインドの神様とか、ちょっとキッチンな感じの、うん。あの、絵を、なんていうのかな、使って作品作ってらっしゃったので、こういう、これは私好きだなと思ったんですけど、それで、そういうのをテーマに書こうと思ったんですけど、それでいろいろ調べてると、京都にバサンタマラさんっていう、インド舞踊の研究所があったんですね。うん。で、そこで、自分はダンスなんかしないと思ってたから、あの、
ふーんっていう感じで見てたんですけど、ある時、ちょっと行ってみ、親戚の人にそういう話をしてたら、それたらあそこにそれあるよねって言って、で私はただインドの神話とかに興味がまずあって、で、その話をちょっと聞きたいなと思って電話したら、漢字学園かな、そういう名前の、それはブログの方に多分書いてると思うんですけど、間違ってたらごめんなさい。で、一月に一回インドの勉強会だったんですね。で、それがあるから、先生にじゃあ、そこ来てみたらって言われて、まあ、一月に一回だけど、めちゃくちゃ楽しみにして、結構いろんなこと調べて、大体最初にだから、あの、クリシュナの神話がすごい好きだったんですね。うん。で、私たちのダンサーっていうと、クリシュナといえばギータ・ゴービンダなんですけど、そのうん。前の、バーガバタ・プラーナっていうのが、世うん。界の名著っていう、今でもある古本屋とかに行ったら売ってますけど、そこにバータプラーナが載ってたんですね。で、その表現があまりにも美しくて、うん。すごくいい表現で、あの、ギータ・ゴビンダの日本訳って結構、ちょっと、これはなっていう訳した人ごめんなさいですけど、もっとこう、確かエロチックなんだけど、もっと私、深み、綺麗なとこあると思うんだけど、バートプラーノはほんのに綺麗なんですよ。なんかね、絵画を見るみたいに情景がこう、わーって出てきてね。それで、クリスチャナのことをちょっと調べたいなと思ったのもあって、勉強会の前後にもダンスのクラスやってるわけですよ。で、みんながね、やってて、そこはなんか本当にマルチな、なんていうか教室で、バラタナティウムもあるし、オディッシーもあるし、あとカタカリからの、女性がするダンスもあるんでね、サリダンスで。イリナさん、南にいらっしゃったから見たことあるかもしれないですけど、なんか結構いろんな踊りが、あってですね、それ見てたら、そういえば、それでまあ、発表会もあったりして、一回じゃあ見に行こうかなと思って行って、オディッシーを初めて見たんですね。うそしたん。ら、うわ、すごいな、これ形がもう完璧じゃない、このバランス。で、それが動くから、これどうやるってやるんだろうなと思って、で、これはとっても描きたい、テーマとして描きたいけど、どうなってるかわかんないから、これ自分の体で体験するしかないなと思って1年ぐらいしてから始めたんうですね。ーん。うん。そのいろんな舞踊があったわけですね。バラタナティアムえとかオディシーとか民族舞踊とか。はいはいそのはい。中でも、なんでこのサキーうん。ナ先生はオディシーに惹かれたと思いますか？やっぱりね、トリバンギっていう、まあ、言うたら S 字型を元にして作られている構造で、あれやっぱりすっごく綺麗なと思うし、絵に描くにしてもね、画面の中のバランスっていうのをやっぱり見て、結構大事に私は考えてたから、そこから見てあまりにも美しいっていうの、完璧に見えたんですね。う絵画的ん。だなと思われたんですか？あ、そうですね。絵画と彫刻と、いや、まあ、本当アートやんって感じでしたね。で、1年ぐらい、その日本で、日本の先生ですか？インドの先生が全部教えてらっしゃるんですか？いやいや、バサンタマラ先生は日本人ですね。あ、そうですか。元ね、多分日本舞踊されてだと思います。うん。で、その娘さんがいて、シャクティという名前で今もされてあ、るんで、その娘さんがシャクティさんなんですね。コリー先ナ・シャクティ生ですか？じゃないですよ。日本人のシャクティ、知ってます？はい。あインド人とハーフのシャクティさんですよね。そう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 。結構インパクトのあるダンサーです。うんうん。私全然拝見したことないんですけれども、なんか伝説みたいな。先生の娘さんで、お父さんがインド人、ベンガル人のお父さんで、もう私が会った時はもうお父様は亡くなられていて、お母さんのバサンタ先生からすると、おあの、まあ、娘さんは才能がある
ダンサーにしようと思われたのかな。それでインドに一緒に留学されたっていうのは聞きました。あとでその時バサンタ先生が学ばれたという学校に偶然行って聞いてびっくりしましたけどね。あ、ここだったんだと思って。うーん。ラビシャンカールのお兄さんがウダイシャンカールさんって言って、ちょっとこう、ヒンドゥーバレエっていうのなんていうかな、インド舞踊を西洋のバレエ風にちょっとアレンジした、いわゆる私たちの知ってるインドの古典よりもちょっと柔らかい感じの、あの、作品をいっぱい作って、で、まあ、海外にそのちょうどこう、インドをアピールっていうかな、その紹介するのに、よくされてた踊りのスクールがあるんですけど、やっぱり中にいらっしゃる先生たちはそれぞれ古典の先生もいろいろいらっしゃって、なんかこうインド舞踊の総合スクールみたいな感じだったんですね。それでバサンタ先生はそこで、結構ないろんな種類の、ね、踊りを、学ばれてきて、あの古典舞踊もあったし、民族舞踊もね、面白いなと思いました。うーん。で、そこで1年ぐらい学ばれて、インドに行かれたんですはい。か？ですね、いたのは1年ぐらいなんですけども、で、その時にちょうど、京都のバサンタ先生のスクールをきっかけにして、本格的にバラダナティアムとかオディッシーとかやりたい人がちょこちょこ出てきて、で、オディッシーはどうもその時は私だけやったらしいんですけど、あの、2人ぐらいバラタナティムな習いに南インドに渡った人がいて、で、その彼女たちが日本に帰った時に会ったんですよね。紹介してもらって、それで、なんかちょっと衝撃を受けて、あ、そうか、そう、インドで習うっていう手があるんだなと初めて知ったんですよね。で、そこで、インドの面白い話。まだ、この頃、ほら、インドもモダンになっちゃって、人間もなんかスマートになったじゃないですか。あの、あの当時のインドの方が日本に来たら、迷惑行為とかまた言われてたかもしれなかったけど、そんな人そういう人がいっぱい当時話題で面白かったんですよね。で、こんなことがあんなことがあったとかいう話も聞きながら、インドでこうしたら習えるとかいうのを聞いて、じゃあどうするかって、でもその時、嬉しいもきょあのが一番だったんですけど、実はカタックとかも興味があって、でマニプリもすごくこう惹かれてた部分もあって、で私、でもみんな素敵に見える。ただ、バラタナティアムは、イリナさん、バラタナタンさんなんで、あれなんだけど、もう先にしてる人いるから、どうせやったら誰もしてないことの方が面白いなと思って、で、バラタ以外を探しに行こうと思ったんですね。そへれで、え。最初に1年じゃない、1ヶ月、当時はアライバルビザがあってですね、無料のね、ただで30日間のビザもらえるんですよ、空港で。それでとりあえず行こうと言って、1ヶ月10万円だけ持って行ったのが最初です。オリッサに行ったんですか？はい。まずですね、ヒンディーを少しちょっと勉強していったけど、まず言葉がわかんない。本には英語が通じるって書いてあったけど、私の英語もその当時はそんなに聞き取りもできないし、そこまで喋れないし、で、相手の先生も、やっぱりオリアが英語喋れないことはないけど、語順とかは、今から考えるとちょっとむちゃくちゃで、で、やっぱりほらこちらがとにかくオリアが分かんないから、日本人でもあるあるじゃないですか。外国人で、その国の言葉しか喋れない人が来たら、あの、その自分の仲間とはなんか現地の言葉で自分たちの言葉で喋って、じゃあなんかちらっとこっち見たりすると、何言われてんのかなと思うじゃないですか。そういうことが多々あって、ちょっとね、やっぱり傷つき気味になったことありましたね。うん。でもその
先生はどうやって探されていったんですか？習う先生は。とりあえずオリアに行こうみたいな感じですか？大阪にですね、インド音楽のスクールがあったんですね。今もあると思うんですけど、ヒロさんって言うんですけど、で、なんで出会ったのかな。なんかで出会って、まだちゃんと踊りもできない、バサントさんとこう1年ぐらいいて、で、実際にその何年後かに実際にインド行けるわけなんですけど、その間にいろんなことを自分も試してみて、それこそアングラ劇団の、稽古場まで行ったこともあるし、で、京都って意外にそういうアングラのものがこう、なんていうか、流行る土地柄で、で、舞踏っていうのを、舞踏ダンスっていうと今世界的に日本の芸術って認められてるけど、そういう人たちもたくさんいてですね。で、そんな人あちこちこう、いろんなとこ見に行ったと、結果、そのインド音楽のスクールの先生に出会って、ただ、嬉しいの、ダンスだと思うけど、写真持ってるよって言われて、で、当時、カルカッタで、今コルカッタって言いますけど、毎年定例のというか、カルカッタは音楽の都なので、コンサートがいっぱいあるんですよね。ホームコンサートもあるし、定期的なコンサート、大きなホールやるコンサートもあるし、で、そのあるコンサートの、オーガナイザーを知ってるから、この人が、この写真見せてもらったんですけど、とあるオディシダンサーのね。で、見たときなんかすごい雰囲気のある人で、見たことはないんです。なんて、他では見たことなかった。その写真初めてだったんですけど、なんかすごいなと思って、で、先生がとりあえず、住所とかどこにいるかは知れないけど、自分の知っている、カルカッタの、ラギニープログラムっていう名前のコンサートをしてる主催の人なら知ってるはずだと言われて、で、彼の住所と電話はなかったね、当時ね。まだ電話が本当にどこにあるのが珍しいっていうぐらいのとこで、住所をとりあえずもらったんですね。手紙もなんかその当時はつくかつかないかわからないって聞いてたので、とにかく一発勝負で行けと思って、で、とりあえずカルカッタに着いて、まず、今書いてるとこで思い出しながら書いてるとこなんですけど、一泊ぐらいはカルカッタに泊まったのかな。で、そこからすぐ、力車を捕まえて、当時はまだ人が引っ張る力車だったんですよね。今ないよね、ほんとね。直足の力車のお兄さんに言って、たら、インドあるあるで、知ってるっていうか、絶対に知らないと言わないから、あの、よっしゃって感じで連れてってくれたんですけど、まあ、本当に住所あちこちにみんな聞いていくから、やっと連れて行ってもらったわけなんですけど、で、着いて、着くまでにだいぶ何時間もかかったんですけどね、違うとこ連れて行って、ここか、あそこか。で、とりあえず着いたら、その方がいて、で、なんかね、ほんとうさんくさい感じの男性で、私も顔見て大丈夫かなって内心めっちゃ怖かったんですけどね。行くとりあえず行くとこないから、とりあえず彼に今聞こうと思って、そしたらちょうどなんかそのリッサに何日後かにブバネシュワルに行く用事があるから、で、このウィルツ・チョードリー先生って言うんですけど、用事があるから、連れてってあげるって言われて、で、彼の親戚のお家にちょっと泊まらせてもらって、泊まってたのは別かな。ちょっと本当にもう何十年も前のことなんで、それでちょくちょく彼とコンタクトを取る、何日かして、で、当時はですね、カルカッタからブバネシュワールまで夜行しかなかったのね。だから夜の10時ぐらいに出発して朝の5時か6時に着くという電車、それも2等か3等かな、
すごい安かったな。何ルピーやったか。なんか10ルピーとか20ルピーの世界じゃないかな。いや、マジですよ、本当。だって50ルピーでサリーがコートンサリーがいいのが買えたんですよ。シルクサリーも500ルピーで買えた時代なんですよ。それでサリはのことはどうでもいいんですけど、それで連れてってもらって、そして朝早くに着いて、で先生も当時電話ないからね、突然外国人の女の子が来てびっくりしてるでしょうね。で、この子が習いたいって言ってるよって言って、で先生はなんかもうインド人にしたらいわゆるカルカッタの人、いわゆるベンガル人っておしゃべりが好きで、ずーっと喋ってたりする人が多いんですけどね、すごい静かっていうか、ちょっと怖いぐらいサイレントな人で、なんか怒ってんのかなっていうね、迷惑なんじゃないかなっていう感じだったんですけど、で、で、彼はそのすぐ用事があるから一泊だけして、すぐカルカッタに帰って、私は置いてかれたんですね。で、実は他にも日本山明寺というお寺さんが、あの、日蓮宗系のお寺さんなんですけど、各地にシャンティストゥーパという仏舎利塔を建てている宗派があって、そこはそのインドとか世界各国で活動しているあのいわゆる京都にいるお寺さんと全然に違うイメージのなんか平和運動とかされてる団体やったんですけどね、その中でオリッサにもウバネシュアルにもそのお寺道場があって、そこのお坊さんにも紹介していただいてて、あの関西でね。で、その方もいろいろ先生のこと当たってくれてたんですけど、順番としてとりあえずすぐ連絡のつく人にというか、カルカッタに最初に着くから、彼のところにまず行ってしまったので、もうその美術先生とかまでもうほとんどいやおうなしに連れてかれちゃって、そしたらあの他の先生のところにも私も聞いてたからね、行こうと思ってたんですけど、今はちょっと感じが変わってるけど、オリアの人って割と閉鎖的なんですよね、当時ね。で、特に女の子じゃないですか。したらもう、なんていうかな、外に出してくれないのね。わかりますよね。お弟子に習いたかったら、ここに来なさいと。で、今回は何日いられるかっていうから、私は1週間ぐらい、あと、デリーとかもちょっと行って、見てきたいものがあるんでって言ったら、じゃあ、基本のステップ、いくつか教えるから、今度来るまでにこれを家で日本で練習してきなさいって言われて、基本のポーズとステップを4つずつぐらいや合計8つぐらいの本当に基本のムーブメントを教えてもらって、でそれも写真も撮ったしノートも書いたし、でもそんなことしているうちにもうほんと1週間なんかすぐ経っちゃって、他の先生とこも行けないやんっていう感じで、なんかもう流れのままにその先生とこに次回も行くっていうことになって、というのは個人その時ねスクールがあるっていうふうにも聞いてたけど、先生はそういうスクールはないっていうのね。でただガンダルバ・マハビリ、えっとオリッサで、今ミュージックカレッジって言ってる学校は確かにできたんですよね。言ったら南のカラクセットラを見習って作ったような学校なんですけど、そこはなんかでもまだできて何年かなだったと思うので、外国人がそこに入学するっていうことがまずなかったと思うんですね。行った人も後ではいたっていうのも最近聞いたんですけど、先生はそのミュージックカレッジの講師を後で教授になられましたけど、あのグルケルジャラ・モハパトラのお弟子さんで、小さい時からグルジーには習ってるということだったので、あの自分ちゃんと教えられるからということで、ただ午前中はレッスンがあるので待ってなさいということで、インドに長期間ステイするためには身元引受人が必要なので、
もう先生になってもらうしかないじゃないですか。で、先生もよくわかんないから、他のいろんなミュージシャンがね、当時まだ先生もまだ20代後半ぐらいだったので、みんなそのペーペーのミュージシャンとか、ミュージックカレッジ系でいるんですね。そのうちの一人今、超グレートになって、いますけどね。で、いろんなそのミュージシャン仲間、海外に行った人、経験がある人に聞いて、身元引受人のやり方とか、一筆書いてもらって、で日本に帰って、これ持って帰って、次はじゃあ半年とりあえず、半年がマックスだったんですね、当時。でももうちょっと延長ができるっていう、エクステンションができるというビザで、最高1年いられるということだったんですけど、でそれを用意してもらって、ただもうそこに行くしかないじゃないですか。で、それで、デリーとかも行ったんですけどね、デリーは結構ね、よく考えると、今習っているクムクム先生もいらっしゃっ関係があったスクールがあったんですけど、もう全然そんなわかんないから、でとりあえずマニプリとかカタックとかリサイタルっていうかコンサートはいっぱい見ましたね。音楽も見たし、ダンスもいろんな種類のデリーでは見られたし、あれはすごく良かったですね、生で。本当に今有名になって方とかが結構若い頃にいっぱい見たので、それはすごい収穫でしたね。で、いろんな違いとか。で、なんかでもその中でも自分の流れはもう、これはもう決められちゃってるなって、逆らえないようなもの、意思で、なんかもう、お自身につながっちゃってたので、行くしかないなっていうことを覚悟して、日本に帰ってきました。サキーナ先生は世界的にオディッシーダンスを広めた第一人者、インドの人間国宝、グルケルチャラン・モハパトラに師事した数少ない貴重なダンサーだと思いますが、グルケルチャラン・モハパトラさんはどんな方でしたか？写メっ気もある、その振付家であり師匠を教える人であるんですけど、演技者としてすっごい優れた方だと思います。レッスンの時でもね、急に私たちから見ると怒られてると思うぐらい怖いことはいっぱいあったんですけど、あの本当はすごいガラスのようなハートを持ってて、私が一回びっくりしたのは、グルジーのその学校に出る時で、なんか心配事あるか、生活は大丈夫かとか聞かれたから、その時もう本当に、グルジーは朝が苦手で、あの夜があんまりなんていうか、ずっと考えてるから寝られないらしくて、で、夜になるとすごい、なんていうかな、ヒートアップする方でね。で、気がついたら、レッスンが11時半とか12時近くまであったりすることも多々あってね。それからご飯ですよね。で、次の朝6時に起きろとか言われて、むちゃくちゃなことも、グルジーがそういうふうに、なんていうか、教える役割だから、関係ないんですけれど、この生活パターンはきついなと思ったから、いや、ご飯がもうちょっと早い方がいいんだけどって言ったら、急にすごい怖い顔になって、うわーって言い出されて、で、そこに今超有名になったスジャータがいたんですね。でスジャータが、いや、もう早くちょっとあっち行きなさい、大丈夫だからって後で聞いて、グルジーはあの心配して怒ったんじゃなくて、周りの人がちゃんとなんかきっちりしてないからっていうことを起こったわけで、あや子に起こったわけじゃないけど、心臓が弱いし、彼のハートはガラスのようなハートだから、あんまり興奮させないでねって言われたんです。なんだろう、とても、でも実際本当に温かいというか、すっごい繊細な人。で、あと、信仰心がむちゃくちゃ強くて、私たちが、今ね、どこもしなくなったけど、グルジーは、お寺を建ててたんですね、自分の村にね。で、それもあるし、お宅の、私たちが習ってたツルジャンというスクールですけど、ちゃんとこの神様ルームがあって、ミニテンプルがあってですね、そこでグルジがいるときは、毎晩8時になると、バジャンをするんですね。
で、グルジーがもちろん丸だら、両面太鼓叩いて、みんな歌って、ウディシダンサーのそのスクールなので、ギータゴビンダからが出展が多いんです。オリッサは大体ギータゴビンダをみんな歌うのが多いんですけどね。それで、蚊に食われながら、あの、ほんとすごい蚊が寄ってくるのよね。かゆいのね。でもみんなもう文句も言わんと、そこにみんな集まって、で、1時間ずつぐらいかな、3、40分するのかな。ひとしきり何曲か歌って、もう、最後はもう本当に、もう、なんていうかな、こう、ヒートアップして、ドーンでは、ああ、これがインド人のこのバクティーな感じねって、すごくね、感動しましたね。あれ大好きだった。今あんまりしないのがすごい残念ですけど、本当だから信仰深い飛行機に乗って、なんていうかな、他の州で公演とか海外公演もいっぱいあるじゃないですか。ただやっぱりその時は本当に家に帰ってこられますようにって家のね扉に頭をつけてお祈りするインドの本当に良きところっていうのかな。うん、でやっぱりこの方はもう踊りというかバクティを捧げてる人だなと思いました。ただめちゃくちゃ正確に激しさもあるしこれがあるからで、怖いのは、私たちがすごい人数、レッスン場がそんなに大きいんですけど、人数が多いから、どうかすると20人越すぐらいの人が一緒にレッスン受けたりするから、まあ、サマーワークショップっていうのがあって、5月、6月、超暑い時なんですけど、それに前から来い来いって言われて、それで行った時なんですけど、見えないはずじゃないですか。一応こうね、互い違いに並ばされるんですけど、でも覚えてないし、一日に何曲も違う曲ずっとローテーションでする、新しいの習ったりするわけですよ。そんな、どうやって覚えるのって感じで、覚えてないし怖いなと思ってちょっと隠れてでもねグルジーには見えてるのね。後で呼ばれてとかちょっとでなんだかんだ言われてね。いやあれはだから本当にちょっともうサイキックの力があるんじゃないかと思うぐらいの方でした。それを聞くと全然、その外国人だからなんとかとかそういうものはうん、なかったんですね。たまたまねあの、1986年に今デリーにいらっしゃるクムクムラール先生が4年ぐらい東京にいらっしゃって、私も82年にインドから帰ってすぐにまあ、結婚とか子育てに入っちゃったんで、インドすぐ行けなかったんで、で、まあ、どうしようかなって、子供連れて行くわけにもいかんしともね、東京にある筋からそういう先生がいらっしゃるっていうのを聞いて、で、コムコム先生、ちょっと一時習ってたんですね、いらっしゃる時に。その間に、グルジーをブバネシュワールからクムコム先生が呼んでパフォーマンスツアーされたんですよ。で、その時にワークショップをしていただいて、で、グルジーにしたら、多分日本にいらっしゃったのが、私の記憶では初めてじゃないかなと思うんですけど、その時12日ぐらいかな。私はちょっと子供が小さかったから全部入れなかったんですけど、やっぱその時一緒だったメンバーっていうのはグルジーすごく覚えてくださってて、でも名前も覚えてくれてたし、で、まあ、クムクムの弟子だからっていう、クムクムの生徒だからっていうので、なんか、そこはもう、で、それに、来いって言われて、来なさいって言われてたんで、それはだから外国人だから、どうのこうのじゃなくて、だって自分が来いって言ったから私来たんですけど、なんか私で少しだけ習ったことがあったんですね。本当に何にも、私が行った時にも何にもなくって、チェンナイと比べたら、お寺も外国人超お断りじゃないですか。私、あるはでも、すごいショック受けたんですジャガンね。ナートテンプルだけでしょ。他は、あとは、ちょっとあるけど、全部、大体入れますよ。あ、そうですか。もうなんか入り口で外国人帰れみたいな感じで
本当にショック受けて、なんて怖いところなんだろうと思って逃げ帰ってきたんですよ。じゃあ、リンガラージテンプルかな。そうだと思います。うん。私でも入ったことありますよ。へ先生がえ。マニプールから来た生徒やって言って、ああ。で、ちょっと何ルピーかこうしてましたけどね。嬉しい。なんか勉強する方すごいなと思って、で、お買い物する場所もないし、真面目に買い物する場所もないしと思って、そう、何年ぐらいカフェでのこと？休んだりしてもなん2007か、年ぐらいかな。今、さっきちょっと自分の履歴見てみたら、2007年に、うん、私、チェンナイ行ってるんです。その時、確かエリーナさんに会ったのよね。そうですね。あの頃、カレクセットラっていうか、チェンナイにいらっしゃったから、あの頃ですよね。そうですね。うん。うん。えーでも私、チェンナイは本当にいいなと思いました。なんか、みんな優しいから、優しいっていうか、ニコニコしてる。うで、オリッサのん。人って、なんかね、京都人みたいで、表情出さないんですよ。それですごくちょっと基本的に怖い。やっぱりヒンディー語が喋れないとダメだなと思いました。私、チェン内でも英語で全然通じたので不便感じなかったんですけれどうんも、うん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 。やっぱ、なんでヒンディー語喋れないのみたいな感じで言われて、ああ、ヒンディー語喋れないとダメなんだみたいな、ベンガル語かね。私はうん。ヒンディーをちゃんと勉強できる前に、突然もうオリアーだったから、その1年間いた時、いっぺん行って帰ってきて、次、その同じ年の暮れに、ブネショール行けたんですけど、もう突然先生がその時、2回目行ったら妊娠しててですね、1回目にもうすでに多分その兆候があったんですけど、そう、2回目に行ったら生まれてたんですよ。それで、お母さんの家に、その時寝泊まり彼女はしてて、ただもう家族全部オリアで、オリア語しか喋れないんですよ。一人だけ、英語喋れる子がいたけど、で、もう、オリア覚えるしかないというか、入ってくるから、ドリア語って、語順が日本語とほとんど一緒で、テニオ派が、多分タミルもそうだと思うんですけど、どこどこでっていうのがどこどこれってね、で、どこどこにがどこどこくね、で、座りなさいがボソなんですよね。もう私、最初笑い転げて、あの、何この言葉、めちゃくちゃ、なんていうかな、体に入るやんっていう感じで、で、ちょっとした文法を教えて、的なに、先生の妹さんが英語喋れたから、で、ちょっと教えてくれたんですよね。そしたら、なんかすごい日本語と似てて、間にヒンディーとか英語入れるないより直接日本語でこれ、で、まあ、それでもね、知らない単語いっぱいあるから、今、私たちオンラインで、オリハガ講座をみんなで勉強中なんですけど、面白いですよ、オリハガ。で、ちょっとそんなに喋れる。親近感ある言語とは知りませんでした。ヒンディーはやっぱり語感が強いっていうのかな。どっちかというと日本で言うと東京弁標準語みたいな感じ。オリア語っていうのは大阪弁じゃないんですね。京都弁の優しいね。で、ちょっと秘密にして、ほんで、ちょっとあんただけにこれ教えるけどねっていうとかね、そういうことを言うんですよね。あ、なんかベンガル人のそういう気質っていうのはなんとなく感じたことあります。なんかね、ベンガル人はちょっと大阪人に近い、ずーっと喋ってて、で冗談言うし、冗談言ってみんなでガーッと笑う。で、オリアはもっと秘密主義みたいな、で京都人ですよ。だからあったのかもしれないけどね。じゃあ、京都うん、出身の酒稲先生に、やっぱりなんか共通したところがあったんですね。うん、あったのかもしれんですね。でも、まあ、しんどいこともあったけど、やっぱね、ただ暗いところっていう、なんていうのかな、闇みたいな部分がオディッサ自体を覆ってるイメージはあるんだけど、あれがやっぱりオディッシーの神秘的な感じにつながってるんじゃないかなと思うんですね。で、最初はそれがちょっと辛かった。なぜか、なんなのかはちょっと言い表せないんだけど、今はそれが魅力なんだろうなと思って、私たち今、タントラをなぜか勉強するってことになって、
まあ、密教的な、秘教的な分なんですけど、特にオディッシーの踊りってそういう要素が強いから、もちろんバラタナティムもそうだと思うんですけど、みんなドゥルガーとか好きで、ドゥルガとかカーリマとか、だからそう釈定信仰みたいなのが強くて、やっぱりそこがこう日本人、特に女の子、私たち小さい時からお寺に行ったとこのお寺なんだけど、ちょっとおどろおどろしいというか、なんというか、そういうのに近いものを特に感じるのかなと思うんですけど、で、まあ、そのちょっとまあ、タントラというか密教的な部分にもすごく無意識に惹かれちゃう。だから、そこ、オディッシーの特徴でもあるから、なんだろうな、自分的にはしたい、後で思うと惹かれてたんじゃないかなと思います。面白いですね。はい。結婚して出産されて、で、いつ頃福岡に移住されたんですか？それがね、帰って、1996年ですから、くむくむ先生とこに行き始めてすぐかな。うん。1983年に娘が生まれて、1900娘が3つになるかならないか。で、そうそう、グルジーが来たのが86年だったから、もうそのワークショップ終わってすぐですよね。結婚したりお子さんができたりして、インド舞踊をやめてしまう人が多い中で、離うん。婚軽減されてシングルマザーでお子さんを育てて、なおインド舞踊を続けてこられたのは本当に大変だったと思うんですけれども、どうやって続けてこられたんでしょまあ、私の場合はラッキーだったと思いますよ。父も、おばも、なんていうのかな、後押ししてくれたし、で、普通はなんだろう、シングルマザーになったりとかすると、こう、夜も昼も働いて、子供のために一生尽くすっていう話がよく出てくるけど、私の場合は、もちろん仕事も、今から思うとね、仕事結構掛け持ちで、レッスンもやってたりしてたんですけど、よくやったなとは思いますけど、まあ、父やおばがやっぱりバックアップもしてくれたから、それとやっぱり踊りがあったから、なんていうかな、やってこれたっていうのがすごく大きいですね。何もなかったら、その生活だけで終わってたと思うし、楽しくっていうか、生きる気力も多分失せてたと思うんですけど、多分それもあるし、やっぱり踊って、私自分の踊りがまだね、1年して帰ってきて、1年とちょっとだったんですけど、またすぐに行くつもりしてたから、意外な展開やったんで、なんか、どうしようっていうのはありましたけどね。でも、もっと習いたいけど、まあ自分の踊りがそこまでまだ完璧じゃない、完璧っていうか、思いには言ってないんだけど、見てくださったお客さんが、また見たいですとか、言ってくださるので、やっぱりすごい勇気というか、やる気をもらって、で、まあ、子供を育てることでも、なんか励みになったっていうか、あんまりでもいいお母さんじゃなかったと思いますけどね。う？そんなことないですよ。娘さんも先にさんの精神を継がれてオディッシーダンサーになられたのは本当に素晴らしいことだと思うんですが、サキーナさんを見ながらオディッシーの魅力を理解していったと思われますか？まあ、背中を見てくれてたんでしょうね。うん。今はでも逆に、すごいそれで喧嘩になるんですよね。どんなことでですか？あのね、いやそうですね、多分ね、なんだかんだ言いながら、彼女は日本の学校で、学校に行って、そしてずっとインドなんて嫌いって思ってたんですね、ダサいとかね。で、それが途中で、ある時から切り替わっちゃったわけなんですけど、その前に、ダンスは好きだったんですよ。それで、ヒップホップとか、いろんなジャンル、私がよく詳しくないんですけど、今の現代の踊りを習ってて、で、そういうとこって、特に日本なんかカリキュラムっていうのがきっちり決められてるのね。で、インドって、
意外にそうじゃないじゃない。カラクセットラは多分すごくちゃんとしてると思うんですけど、あのケルグルジー自体が振り付けをどんどん変えていく人で、でケルグルジー忙しいから、そのスクールでじっくり教えるというより、あちこちでそのワークショップをして、1週間とか、長かったら2週間とか、それで1曲、現地の生徒に教えるっていうシステムをやってたんですね。で、グルジーはすでにクリエイターだったから、あの、一度シンプル、まあちょっとシンプルバージョンを作って、で、やっぱりずっともっとさらにいいものを作りたいと思ってるから、2回目の時にフリーを変えたりするんですよ。細かいなんか振りが入ってたりしてね。で、生徒もだんだんそれに慣れていくわけですよ。で、この間、グルジー、足後ろって言ってたね、今度前になってるよねとかね、エクストラのステップが入ってるやんとか、右だったのに左になってるよとか、いろいろあるわけですね。で、習う方も混乱するわけなんですだけど、まあ、これはくむくむ先生が言ってたけど、なんていうかな、大まかなっていうか、意味が正しければ、その細かい枝葉のことはいいよとそういうふうに言ってくれたんで、まあ私もそういうことでやってたんですけど、日本人の、そのインド人に習ったことのない生徒にしたら、それってそんなもんありえないらしくて、この間こういうふうに言ってたよねって。でもっと悪いのは、今 YouTube がいろんな人の踊り見れるじゃないですか。で、やっぱりどんどん進化していって、で、古いグルたちがなくなっていって、まあ、2代目、3代目のグルが活躍してる時代ですよね。そうすると、それを見て、この間こうやってたよって。これは、でもね、これは私が習ったのはこうだからって言うと、違うとか言ってね。で、私も間違えることを、思い込みながら、あの、複数の生徒さんと合わせるときに変えたりする部分もあるじゃないですか。それで忘れてたりっていうこともあるんですね。まあ、そういうのはね、みんな変わっていったんだろうなと思うんですけど、それを指摘されるから、いや、でも本当にきっちり言葉の意味とか、それからタールとか外さんようにしたら大丈夫なんだからって言って、うちの生徒は、古くから習ってる生徒は慣れてるから、先生またここ変えたねとかね、なんか違うことやってるけど、まあいいやんっていう感じやったんですけどね。娘にとったらそれはありえないことで、そういうとこでよく喧嘩しましたね。ねえ、まあ私うん、は娘がいないので、それ自体も羨ましいんですけれども、娘さんがダンサーになる、お母さんを見習ってダンサーになるってこと自体が本当に素晴らしいなと思って羨ましいんですけれども、うちのグルもやっぱりなんかそはい。の人に合ってるかっていうのを見て、やっぱり振りうん、付けを変えたりしますし、やっぱりうん、昔の振り付けのビデオとか見てると全然違うん。いますから、やっぱり時と違といます。もにね、うん。振り付けは変わっていくと思いますね。うん。なんていうか、体の特徴とかもあるし、日本人のその体の作りとインド人の体の作りも違うところがあるから、できないところもやっぱり出てくるんですけど、それはどう言っても仕方ないことなので、私たちはたちなりに工夫してやっていけばいいと思うし、あの、まあ、大事なところを抑えてたらね、いいんだと思います。そうです。うん。今、お孫さんもいらっしゃるお年にもかかわらず、サキーナ先生からにじみ出る官能的な色気はどこから来ると思われますか？それはオディッシーの持つ特徴でしょうか？それとも先生の持つ才能でしょうか？それはダンスを習うことによって習得できるものでしょうか？どう思われますか？ああ、そうですね。私は全然官能的な色気があると思わないちかわかんないんですけど、ケルグルジーの踊りを最初に見たとき、ブーバネシュアルで見る機会があってですね、あの、まあ、日本にもその後2回ぐらい公演に来られて、そばについて見たりしてたけど、
なんていうかな、なんかが憑依するみたいな瞬間っていうのがあるんですね。その適切な形を取った時に、スッと入ってくるものっていうのかな。まあ言ったら、自分のエゴみたいなのがあんまりない状態。なんか私を見てとか私の感情で踊ってるのよっていう時ってそれはあんま起こらないんだけど、ある意味その、アウェアネス、自分の意識はあるけど、なんかそれを見てるみたいな感じになることっていうのがあって、その時にあのなんだろうな、そのまあ登場人物の感情とかがドーンと入ってきて、あ、後でね、いっぱい言われてたこと、あ、これなんよねって、ラーダーの気持ちってこうやったのねってか、なんか理解するとこがあって、うん、その時は特にやっぱり練習中よりもやっぱステージのお客さんが見てるその緊張感の中でそういうふうになんていうかな感じさせていただくことがよくあるので、自分がシンプルになってというか、こうなんていうのかな、日本語でなんていうんですかね、英語でハンブルっていう言葉あるじゃないですか。そのそういう気持ちであのなんていうかな、向き合えばなんかおのずと分かってくることじゃないかなと思うんですけど、普段はその日常では出せないことじゃないですか。普通で、特に日本なんかはね、女の子はなんかきちんとしなさいなんていうことに育てられるから、で、ステージではなんかそれをなんか発散させるみたいなイメージもあるけど、そうじゃなくて、そういうふうな意味でなんか楽しんでた時代もあるけど、だんだんなんかすごくなんかシンプルに自分自身がやっぱなってくるし、まあお客さんに対してまあそのミディエーターみたいな感じになれればいいなっていう感じで踊ってるかな。うーん。これからオディシーを習いたい方にアドバイスなどありますか？あ、やっぱりね、よくね、ちゃんと勉強してください。それは歴史的とかですか？それともダンスの練習とかですか？ダンスの練習もそうなんですけど、どうしてもね、曲を習いたいとか、動きのことに、まあ、時間的にものもあるけど、そっちに集中しちゃうじゃないですか。でもそのバックグラウンドとか、特に他の今のジャンルの踊りと大幅に違うことは、やっぱりこれは儀式前だということですよね。その儀式から派生した振りとかがあるから、やっぱそれを知ってほしいのと、やっぱり言葉がまず違う。で、その言葉、えっと、今の人ってやっぱりワン、ツー、スリーでカウントとか取って、インドでもね、やっぱり外国人だからって、どうせわからんやろっていう感じで、ワン、ツー、スリーでターラ、リズムを教えてくれたりくることも大いにあると思うんですけど、やっぱり、ボル、南インドではボルのことなんて言うんですかね。ソルルカットゥですかね。え、ソルルカットそんな感じ。へえ、そうなんだ。ゥ。私らはなんか北インドの言葉をそのまま拝借してボルって言ってますけど、あの、ああいうのをちゃんとこう、なんていうかな、それでやる練習とかね、めんどくさいかもしれんけど、インドのそれと日常生活にすごく根付い、派生して動きとかもあるから、やっぱりいろんなことになんかなんていうかな、幅広く興味を持って、いろんなことを、まあ、自分のできるところを習ってないからじゃなくて、積極的に、今はネットもあるから、勉強したらもう、さらに動きとかの意味が分かってくると思うから、やっぱり自分でも勉強する努力を続けてくださいという感じですね。
それとやっぱインドは一度は行ってください。やっぱインはい。ド一つにとっても幅広い知識が必要ってことですね。あとう文化ん。みたいな。うん、でえ、だんだん興味持ってくるし、今はその、えっと、なんだろうな、オディッシーも本当にグローバルに最近なってきてるし、まあ、最初にその、ね、ルクミニ・デビがそのカラクシェットラ救ってくださったっていうのが多分発端にはなってるんですけど、今は動きとしてオディッシーの独自性っていうのをみんなインドでもねリサーチしてるし、実際にねその南インドの、理論とは違うこともあるんですよね。始まった時はリズムとかラーガ全部、南インドから来てメロディーラインラーガは名前はそうだけどエッセンスがなんか北インドでその両方のミックス言われてたけどオリッサはオリッサ並みのどうも独自のものがあったみたいでそれをみんなが研究してて新しいこの側面が出てきてるからそういうこともあるので、やっぱりね、そこはこう、そこについていけるように勉強して、だけど、あんまり頭でっかちになりすぎずに、心を、なんていうのかな、情感、特にその、ヤヒマーダバという曲、ギータ・ゴビンダにあるんですけど、バラダナティアムとオディッシーって全然表現が違う。あれはラーダが怒ってクリシュナにも、あっち行ってって言うけど、私たちは出て行ってねって言いながら、でも出て行ってしまったら、いや、困るし、この内面の葛藤をね、悶々とやるわけですね。やっぱり私はそういうの好きだから、それはなんていうの、その土地の持ってる独自性っていうのもあると思うし、で、やっぱりギータ・ゴビンダら、その、中身の本の話を知っとかないと、人に説明すると分かってもらうときにやっぱり外国のもともと外国の文化なんでその観客の皆さんにも、さらに理解してもらった方が共有できる部分がすごく多いと思うのでやっぱ自分がね知っとかないとね最初にからだから南極知ってるわとかねそうなのになっちゃうからなりやすいから特に若い女の子ってそうなりやすいしぱり自分の可愛いとこ見せたいとかあると思うし、インド人も一緒だけどね、インド人も一緒ですけど、でもあの人たちは小さい時からその中で生活しているから、もともと小さい時からその空気をなんていうかな、入っちゃってるからいいんだけど、やっぱりこの日本と違う部分っていうのも、似てる部分もすごくさっき言ったみたいに言葉とか似てるんだけど、違う部分も大いにあるから、やっぱり両方違いと共通点を分かるように理解を深めとくことかな。うん、それをやってほしいなと思います。最後に、ちょっと難はい。しいと思うんですけれども、はい。サキーナ先生にとってオディシー舞踊とは何でしょう？そうですね。なんだろうな。もうこうなったら切っても切れない縁ですよねって感じ。一時はね、離れたいなとかね、みんなをやってる人はそうだと思うんですけど、今はまあそれを生きていく糧になったことだし、友達みたいなもんかな。ありがとうございます。いえ。他に告知などありますか？あ、はい。ですね、3月22と23に、福岡の天神中央公園っていう大きな広場があるんですね。そこでホーリーやります。あの、もちろんよくね、今ほら日本でそのインドのお祭りってものすごくこう、なんて広がっていってるんですけど、で、だからまあ、それと、まあ、東京のナマステインディアみたいな感じで、食品店や雑貨店もいっぱい出るんですけど、ステージももちろんあって、私も出るんですけど、それとは別に、あの、ホーリー祭りの色をかけるのをやろうと思って、ちょっと今、どうするかで今、いろいろ考えてるとこなんですけど、多分、ホーリー
あんまりみんな、後が大変だからしないと思う、する率が少ないらしいんですけど、せっかくなんで、ちょっとやってみたいと思ってるので、その、3月22、23は、天神の中央公園にぜひ来てください。で、インスタグラムの方にもアカウントあるので、よかったら、インドフェスin 福岡2025っていうタイトルなので、それで検索していただいて、フォローなり、参加していただくと、楽しいと思います。皆さんぜひ参加してください。オリッサでもホーリー結構やるんでしょうかね。やりますよ。あうん。の、チェン内はあんまり、まあ今最近広がってきてますけど、なんかなかったんですよね、あんまえ、り。本当はい。そう北インド的なんだ。な感じと思ってました。オリッサしますよ。あ、そうですか。うん。カルカットもするし、もちろんその家の中で友達と一緒にこう、ハッピーホールデーながらこう、わーっと塗るのもあるけど、道歩いてたら、本当に色水をドカーン、バシャーンって投げたりとかね、おリッソも結構それするんで、歩くの要注意な時期です。あ、そうですか。楽しいですはい。ね。ちょっと危ないけど、怖いけど。危ないけど、まあ、多分ね、オリッサって、ほら、クリシュナ信仰がほら盛んだから、ホーリーというとクリシュナなんで、それでまあよくするんじゃないかな。チェンナイはなんかどちらかというとなんかシバみたいなイメージがあり、バルタナティウムもそうだけそうど、ですね。シワとかもうん、ですかね。うん。うん、うん。サキーナ綾子のオリッサ滞在記は、日印文化交流ネットワークのつながるインディアのウェブサイトで読むことができます。リンクを概要欄に記載しますので、皆さんぜひご拝読ください。第2弾も楽しみにしているんですが、いつ頃更新でしょうか？今書いてるんですけどね、なかなか今準備してちょこちょこ書いてるんですけど、あの今度のそのホーリー祭のこともあって、その前々日に長崎で突然、インド大使館からイベントするから、あの、ダンサー手配頼むって言われて、そっちもやってるんで、なんかこう、しっちゃかめっちゃかになっちゃってて、遅れてます。すいません。楽しみに、皆さん楽しみにお待ちください。はい、そんな感じで、なんだろう、できたら本当に、オディシーのことをもうちょっと伝えて、いずれなんか、なんだろ教本じゃないけど、スタイルもね、どんどん変わっていってるので、私はやっぱり古いスタイルに近いなと思うけど、逆にその古いスタイルの方を分かりやすいというか、オディッシーの、なんていうのかな、大元になったのに近いところの辺で、皆さんに分かる、なんかこう、タールのこととかそういうことを書き残しておきたいなとは、画策しております。うん、楽しみです。うん、あと先うん、あっほどおっしゃた方がいい。ってた書うん、籍のご紹介もお願いします。はい。イタリア人の、オディシーダンサー、超ダンサーでもあるイレアナ・チェザレスティさんっていうのが、グルジーのインタビューから起こしたその伝記なんですけど、グルジーがどこで生まれて、どんな生活をして、あの時どうあったとか、だからオディシーが今のように、っていうか、オディシーがまだ形をあんまり持ってなかった頃から、形作られてたっていう経緯が書いてあるので、とても面白いんですね。で、それを、アメリカ在住の田中春子さんっていう方が、イリアナさんから許可取って訳した本です。で、それに、私が、ちょっとなんか、そのエッセイを書いてみないって言われて、で、70ページほど書かせていただいて、それは私がどうやってインド舞踊にたどり着いて、今日ね、お話ししたようなことをさらっと書いたもんで、割とすぐ読めますけども、あのこれが電子版がなくてオンデマンドなんで、アマゾンから、日本のアマゾンから買えます。ぜひ買ってください。面白いですよ。
グル、ケルグルジーはカラクセットラでパフォーマンスしたこともあるらしくて、なんだかんだどうやってこうオディシーが広まったっていうことが全体に書かれてるので、なんていうかな、見たことない人からしても面白いとは思います。ぜひ皆さん読んでください。ぜひ皆さん読んでください。サキーナ先生にインド舞踊を習いたい方はどちらから連絡すればよいでしょうか？名前で検索してもらう、先なりに3710っていうのが私のアカウント名なんですけど、そこにDM くださったら、ご連絡します。はい、わかりあの、普ました。通のメールだと、絶対逃しますので、すいません。よじゃあ皆さん、インスタグラムのフォローをよろしくお願いします。ろしくお願いします。じゃあ本日は、サキーナ彩子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。